誤送金 ?300 億円だぞ。会社が傾くレベルの損失じゃないか。確認は何度もしたはずでは。こんな中途社員に重要な仕事を任せるから。にわかには信じがたい言葉が会社中を震撼させていた。どうやら中途入社してきた女性社員が間違って300億円の誤送金をしてしまったようなのだ。ガラス張りの会議室には、まるで見せ物のように彼女が取り囲まれ、部長の声だけがトゲトゲしく響いていた。こんなミスで会社が潰れたらどうするんだ？責任はどう取るつもりだ？その叱責に青ざめた彼女はかすかに震え、かすれた声で、申し訳ございません、と繰り返す。涙をこらえる彼女の瞳には、絶望が宿っているように見えた。見ていられなくて、俺は思わず会議室へ踏み込んだ。ちょっと待ってください。人影をかき分け、崩れ落ちそうな彼女の肩をそっと支える。本当に誤送金があったのか、まずシステムを確認しましょう。彼女は戸惑いつつ、俺に画面を見せてくれた。大量の数字と、送金履歴の羅列、何かが違う。そう直感した俺は、キーボードを叩き、先方の入金情報を引き出した。これは、はい、もう取り戻しましたよ。え？会議室が騒然となる中、俺は静かに立ち上がった。あなたは、一体…彼女が震える声で問いかける。その時、会議室のドアが開き、社長が息を切らして駆け込んでくる。まさか、どうしてあなたがここに？社長の声には明らかな動揺が含まれていた。なぜなら、俺の正体は…俺の名前は小樽恭平。ここ最近はずっと自宅にいる。働いていないわけではなく、自宅で仕事ができるからだ。誰にも干渉されることなく、自分のペースで進められるこの環境は何者にも代え難い。仕事の合間にコーヒーを入れ、窓の外を眺めると、穏やかな空気が心を和ませてくれる。特に誰かに指示されることなく、すべてを自分で完結できるというのは自由で気楽だと感じていた。そんなある日、同僚の京極からメッセージが入った。たまには会社に顔を出せよ。彼の言葉には少しの呆れとどこか強い親しみが感じられる。彼は会社の雰囲気が好きで、仲間と共に過ごす楽しさを知っているから、こうして誘ってくるのだろう。だが、俺は家での快適さを手放すつもりはなかった。それでも、彼の呼びかけを無視するわけにもいかず、しょうがないな。とつぶやきながら、仕方なく俺は会社に向かうことにした。会社に到着すると、いつもと違う緊迫した空気が漂っていた。社員たちがざわざわと話し合っている声が耳に入る。北見が300億を誤送金したらしい。どうしてそんなことが？そんな言葉が周囲から聞こえてきた。俺は京極の姿を見つけ、事情を尋ねる。京極、この騒ぎは？ああ、小樽。やっと来たのか。それが300億の誤送金が発生したらしいんだよ。300億。それはまた。それで、ミスを発見した北見さんに、部長が責任を押し付けようとしてるところだ。北見さん？ああ、そうか。お前は知らないか。半年ほど前に中途入社した人だよ。そう言って、京極が指さす会議室の中央で、一人の女性の姿が目に入った。あの人が北見さんか。艶やかな髪を後ろでくくり、目鼻立ちが整っている美しい女性だ。会議室のガラス越しに見える光景は、まるで魔女裁判のようだった。部長を筆頭に、数人の管理職が彼女を取り囲んでいる。その外側には、好奇の目を向ける社員たちの輪。まるで見せ物のように、彼女は部屋の中央で立たされていた。本当に確認したのか？部長の声が会議室の外まで響いてくる。その小姉には明らかな敵意が含まれていた。はい。北見さんの返事はかすかに震えていた。彼女の手元を見ると、資料を持つ指が小刻みに揺れている。顔は蒼白で、額には薄い汗が浮かんでいた。何度も確認したはずなんです。その言葉に部長が冷笑を浮かべる。はずとはなんだ？確実に確認したのか？私は…彼女の表情には、懸命に涙をこらえているような痛ましさがあった。目を伏せた彼女のまつげが、わずかに潤んでいるのが見えた。わかってるのか？300億だぞ。会社の年商をはるかに超える金額だ。こんなミスで会社が潰れたらどう責任を取るんだ？その言葉に、北見さんの肩が大きく震えた。
彼女は懸命に涙をこらえようとしているが、その努力が逆に痛々しさを際立たせている。申し訳ございません。かすれた声が漏れる。こんなことになるなら、最初から採用なんてするべきじゃなかった。履歴書の経歴だって、本当かどうか怪しいものだな。その言葉に、北見さんの目が大きく見開かれ、涙が溢れた。そんな。さすがに我慢の限界だった。ちょっと待ってください。俺は人書きを書き分けて前に出た。北見さんの隣に立ち、崩れ落ちそうな彼女の肩を支えた。具体的に何が起きたのか、説明してもらえませんか？彼女は戸惑いながら、俺を見上げる。北見さん、大丈夫だよ。彼に話してごらん。京極の口添えもあり、北見さんは一部始終を説明してくれた。私、確認したはずなんです。でも。わかりました。では、システムロゴを見せてください。俺はその場でノート PC を開き、送金システムの履歴を確認し始めた。画面に映し出される数値の羅列を見つめながら、俺の中で確信が深まっていく。これは、誤送金じゃない。周囲がざわめく中、俺は断言した。システムの自動処理で、同じ取引が複数回計上されている。実際の総金額は3億で、それが100倍に表示されているだけだ。キーボードを叩く音が会議室に響く。俺は送金先の企業にすぐさま電話を入れ、状況を説明した。先方のシステムでも同様の現象が確認され、実際の入金額は3億。本来の額であることが判明した。申し訳ありません。システム上の表示エラーでご心配をおかけしました。電話を切ると会議室内の空気が一変した。よかった。本当によかった。北見さんの目から今度は安堵の涙がこぼれ落ちた。周囲からも安堵のため息が漏れる。会議室の空気が和らいだのもつかの間、俺は眉間に深いシワを寄せていた。今回の件はシステム上の重大な欠陥を露呈している。このまま放置すれば同じような事態が再び起こりかねない。システムの見直しが必要だ。俺の言葉に会議室内が静まり返った。社長を呼んでくれ。京極が即座に立ち上がり、部屋を出ていく。その間、北見さんは不思議そうな表情で俺を見つめていた。本当にありがとうございました。いえ、大ごとにならなくてよかったです。感謝してもしきれません。ところで、彼女の声には戸惑いが滲んでいる。失礼かもしれませんが、あなたは一体何者なんですか？その問いに、周囲の社員たちも興味深そうに耳を傾けた。確かに、普段は顔も見せない社員が突然現れ、300億円の危機を数分で解決し、今度は社長を呼べと言い出したのだ。不思議に思うのも当然だろう。その時、会議室のドアが開いた。おー、小樽さん、本当に来てくれたんですね。社長の乙部が会議室の扉を勢いよく開けながら、少し息を切らして入ってきた。普段はいつもスマートで落ち着いた印象の男だが、今日は珍しく、身だしなみが乱れている。ネクタイは微妙に斜めにずれていて、こめかみには薄い汗が浮かんでいた。久しぶりだな、乙部。俺は軽く手を挙げて挨拶をする。お久しぶりにお顔を拝見できて嬉しいです。300億の件は聞いてまして、さすがに今朝からずっと胃が痛くて、それで、小樽さんが原因を解決してくださったと聞いたのですが。乙部は早口で一気にまくし立てると、思わず胸を押さえて小さく息をついた。ああ、システムの不調だよ。すでに手を打っておいたから安心してくれ。俺がそう告げると、乙部はほっと安堵した様子で、乱れたネクタイを直そうと手を伸ばす。さすがです、小樽さん。本当に頼りになります。いや、こういう時は心臓に悪くて。彼の声には緊張が混ざったままだが、どこか肩の力が抜けたようでもある。君はもう少し社長として威厳を持った方がいいと思うがな。思わず苦笑混じりにそう言うと、乙部は照れたように頭をかいた。すみません。気が抜けちゃったのかもしれませんね。そう言って、乙部はネクタイの歪みを気にしながら、再び形を整える。いつもスマートに立ち振る舞っている社長が、ここまで取り乱す姿は、なかなか見られない。とはいえ、会社の一大事が一瞬で解決したことに、彼は心から安堵しているのだろう。低姿勢な社長と、彼に指摘をする一般社員。どう見てもおかしい状況だ。
社長、この方は。そうだった。北見さんは初対面だね。少し咳払いをして、今度は引き締まった表情で話し始める。彼は、小樽恭平さん。当社の創業メンバーの一人ですよ。うちで販売しているシステム基盤の設計者でもあるんだ。CCIE は知っているかね？ネットワーキングに関する最高レベルの認定。彼は、それも保持している。乙部社長は懐かしそうに俺を見る。普段は在宅勤務だから、北見さんは知らなかったよね。彼は大学の研究室の先輩なんだ。私なんかよりずっと優秀で、今でも技術面では彼頼りにしているよ。おいおい、社長がそんなことを言うんじゃない。会社の代表は君なんだからね。俺はあくまで一般社員なんだから。そう。俺は創業メンバーであるのに、役員でもなければ管理職でもない。それは俺自身の意思だった。十数年前、会社を立ち上げた時に、俺はシステムの設計、開発に専念することを選んだ。役員への就任も何度か打診されたが、すべて断ってきた。人を管理したり、経営判断を下したりすることより、コードを書いている時の方が、俺は心から楽しめる。それに、役職に就けば、自由な開発時間は確実に削られる。だから、俺は会社が軌道に乗ってから一般社員になったのだ。もっとも、同じく創業メンバーである京極は、今でも会社の中枢に携わっている。彼は、取締役として経営に深く関わり、会社の舵取りを担っているのだ。お前が会社に顔を出さないから、みんな寂しがってるぞ。などと、俺が在宅勤務を続けている時も、ことあるごとに声をかけてくれるのは、その責務と仲間思いの性格によるものだろう。ところで、乙部社長、二つ提案があるんだ。まず一つは、システムの改修だ。今回のようなエラーを防ぐため、表示系の処理を全面的に見直したい。俺の言葉に、乙部社長は即座に頷いた。もう一つは、俺は一瞬言葉を切り、会議室の隅で腕を組んでいる部長を見た。人事評価の見直しだ。部下のミスを自分の責任として受け止められない管理職には、その資格があるとは到底思えない。部長の顔が一瞬で青ざめた。周囲からは小さなどよめきが起こる。さらに、俺は冷静な声で続けた。先ほどの出来事について詳しく検証する必要がある。会議室の空気が一段と緊張感を帯びる。北見さんへの不当な圧力、事実確認もせずに責任を押し付けようとした行為、人格を否定するような発言、看過できない。その言葉に部長の表情がこわばる。いや、それは違う。私は正当な指導を。正当な指導？俺は部長の言葉を遮った。では、履歴書の信憑性を疑う発言は指導の一環だったとでも？部長の顔から血の気が引いていく。事実確認もせず、大声で怒鳴りつける。これが管理職としての適切な判断だとお考えですか？会議室内が水を打ったように静まり返る。さらに、あなたの発言に同調して、心ない言葉を投げかけた社員たちにも問題がある。俺は周囲を見渡した。先ほどまで北見さんを非難していた社員たちが、今度は俺から目をそらす。乙部社長。俺はまっすぐに社長を見つめた。この件に関与した全員に何かしらの対処を検討すべきだ。そして会社全体でハラスメント研修を実施する必要がある。社長は深刻な面持ちで頷いた。おっしゃる通りです。では具体的な処分について、まず部長は管理職の資格を一時停止、研修を受け直し適正を再評価する。部長が声を上げようとしたが、社長の厳しい視線に押し戻される。次に不当な発言をした社員たちには、始末書の提出と特別研修への参加を義務付ける。俺の言葉に該当する社員たちが身を縮めた。その後、乙部社長の言葉通り、部長は3ヶ月間の管理職資格停止処分を受け、厳しい研修プログラムに参加することとなった。不当な発言をした社員たちも、特別研修を通じて自分たちの行動を深く見つめ直すことになる。一方で、システムの改修作業は予想以上に複雑だった。あれからの俺は、週に3日ほど会社に顔を出すようになっている。開発室に向かう途中、営業フロアを通り過ぎると、元気な声が耳に入った。小樽さん、おはようございます。声の主は、浦川栄子。入社3年目の彼女は、営業部では実力者として知られている。いや、正確にはしていたか。
最近は成績が伸び悩んでいるようだ。おはようございます。俺は軽く会釈をしながら、彼女の派手なメイクと服装が気になった。会社の規定からすれば、かなりギリギリのラインだろう。今日も開発室ですか？私お茶を入れましょうか。彼女は甘ったるい声で言う。俺が創業メンバーだと知ってからというもの、こうして露骨なアプローチを仕掛けてくる。いや、結構です。きっぱりと断ったが、浦川さんは諦めない。もうそっけないんですから。小樽さんって本当に面白いですよね。その時、北見さんが資料を抱えて通りかかった。浦川さんの目が彼女を捉えると、声のトーンが一変する。あら、北見さん、まだいたの。え？先日の300億円の件、大変だったわね。あんな大失態普通じゃ考えられないもんね。ていうか、あなた意外とずぶとい神経してんのね。よく会社に来れるもんだわ。北見さんの表情が一瞬こわばる。俺には彼女の心が針で刺されたように感じられた。あの件はすでに解決済みだろう。俺は冷静に、しかし強い口調で言った。システムの不具合であって北見さんに非はない。それは先週の全体会議で説明したはずだが。でも。浦川さん。俺は彼女の言葉を遮った。ところで君は今月の売上目標達成できているのかい？浦川さんの表情がこわばる。それはまだ。なら、その努力を他人の上げ足取りに使うのはやめた方がいい。営業成績を上げることに集中したらどうだ？浦川さんは一瞬言葉を失い、それから慌てて営業フロアに戻っていった。北見さんは俺を見つめ、小さく息をつく。ありがとうございます。いえいえ。俺は北見さんの方を向き、真摯な表情で言った。ああいう時は、はっきり自分の考えを言った方がいいよ。あなたは何も間違っていない。だから、堂々としていていいんだ。でも、誰かに責められる筋合いはない。それに、俺は少し考えてから続けた。むしろ、あの時のミスを発見できたのは、北見さんの細やかな確認があったからだ。それは立派な功績だよ。俺がそう言うと、北見さんはほっとしたように小さく笑って、ありがとうございます、と答えた。その表情には確かな安堵の色が浮かんでいた。小樽さん、実は今まで私、ずっと我慢すればいいって思っていたんです。誰かを傷つけたくない、波風を立てたくないって。その声には、これまで抱えてきた苦悩が滲んでいた。だけど、彼女は続ける。でも、それは間違いだって気づきました。私、この会社にもっと貢献していきたいんです。システム部門の改善案も、実はいくつか考えていて、少し見ていただけませんか？まるで、今までの遠慮という鎖を解き放つかのように、北見さんの瞳には力強い輝きが宿っていた。俺はもちろんと答え、彼女のスマートフォンを覗き込む。そこには、箇条書きで並んだ効率化のアイデアがびっしりと書かれていた。これは、すごいな。全部君が考えたのか？はい。前職でシステム開発に携わっていたので、活かせることはないかと思って。でも、今まではなんとなく言い出しづらくて。自信がなさそうに言う彼女だが、その提案は実に的を射ていて、すぐにでも取り入れたくなるほど完成度が高い。遠慮する必要なんかない。思ったことはどんどん言ってくれよ。まあ、ありのままでいいんだよ。君のアイデアを必要としてる人はきっとたくさんいるから。俺の言葉に北見さんは目を見開き、そして少しだけ恥ずかしそうに笑った。そして、その日を境に、彼女は確実に変わり始めた。ある日、彼女は俺のデスクに近寄ってきて、遠慮がちに口を開く。小樽さん、この部分の UI ですが、もう少しユーザーフレンドリーにできないでしょうか？具体的には、すると彼女は、まるで待ってましたと言わんばかりに、目を輝かせて勢いよく話し出した。はい、例えば、注文履歴を確認するフローなんですが、トップページに注文履歴ボタンを配置して、それから、どこか熱っぽいまでの興奮を帯びたその声に、以前の遠慮がちな態度はもう見当たらない。彼女はタブレットまで取り出して、勢いよく画面レイアウトの案をスケッチしていく。こんな風にすれば、ユーザーは最小限の操作で、目的のページにたどり着けるはずなんです。実際の画面サイズを想定して、メニューを配置すれば、さらに視線の移動も少なくなると思って。ここまで作ってたのか。
実は自分でモックアップツールをいくつか試して、AB テスト風の画面も用意してみたんですよ。もちろんこれ、勝手にやってるだけなので、正式な検証手順は別途考えないといけないんですけど。北見さんは、機器としてタブレットを操作する。すごいね。いや、今のページ構成より断然ユーザーが扱いやすくなりそうだよ。そこまで念入りに作り込んでるとは思わなかった。その言葉に、北見さんは一瞬、やったと小さくつぶやいた。私、好きなことになると周りが見えなくなってしまうタイプで、こうしてデザインを考えたり、UI を作り込んだりするのが大好きなんです。でも、前の会社では、変にテンション上がって一人で突っ走って、気づいたら浮いてたんですよね。結局居づらくなって辞めてしまったんです。だから次こそは、あまり目立たないようにしようって、自分を抑えてきたんですけど。気まずそうに話す彼女の目には、不安とコンプレックスが同居しているようにも見えた。でも、小樽さんがありのままでいいって言ってくれたから、なんだか我慢することないんだって思えて、ありがとうございます。彼女の方がほんのり染まっている。まっすぐな瞳でこちらを見つめる姿は、以前よりずっと自信に満ちていた。それから1ヶ月が経ち、社内はすっかり落ち着きを取り戻していた。先日のトラブルを見事に乗り越え、特に大きな成果を上げたのが北見さんだ。彼女の改善提案によって、業務効率が劇的に向上し、その功績が認められることになった。来週金曜日に表彰式と懇親会をやろう。そう高らかに宣言したのは、誰よりも張り切っている乙部社長。社長としては、先日の事件のイメージを払拭しつつ、北見さんの功績をみんなで盛り上げたいのだろう。そんな、私なんかのために、そこまで大げさにしなくても。と遠慮気味な北見さんをよそに、社内は祝賀ムード一色。こうして、1ヶ月前の大騒ぎが嘘のように晴れやかな空気が満ちていくのだった。そんな時、北見さんがそっと俺のデスクに近づいてきた。小樽さん、来週の懇親会なんですけど、来ていただけますか？うつむき加減にそう尋ねる彼女の瞳は不安そうに揺れている。俺？普段人が多い場所はあまり得意じゃなくてさ。正直に答えると、北見さんはやや焦ったように言葉を継いだ。そうですよね。きっとお忙しいのもわかってます。それに、小樽さんは在宅で開発を進められる方ですから、わざわざ出社するだけでもご負担だと承知しています。でも、お願いできませんか？彼女の声色が少し強まる。私、小樽さんに聞きたいことが山ほどあって、システムのこと、これからの改善案のこと、ずっと小樽さんに相談したかったのになかなかタイミングがなくて、例えばサーバー構成とか、今回の改修で使っているライブラリのこととか、あとはネットワーク周りの負荷分散の話も、詳しく知りたいんです。以前から興味はあったんですけど、なかなか相談する相手がいなくて、小樽さんは週3日の出社でお忙しそうだし、こんな機会めったにないから。北見さんはまるで気持ちを抑えきれないかのように言葉を重ねていく。その瞳は彼女がいかに本気で技術の話をしたいかを物語っている。はは、そんなにか。いや、そこまで言われると逆に恐縮です。俺は思わず苦笑しながら彼女の熱量に少しだけ圧倒される。けれど、こうやって目を輝かせている北見さんを見ると、断る理由は見つからなかった。それに、まだ伝えきれていない感謝の気持ちも、直接言いたいですし。言葉尻が少し弱まり、彼女の声が恥ずかしそうに震えた。そんな姿を見ると、俺もさすがに断りづらい。わかったよ。じゃあ行ってみるかな、飲み会。本当ですか？すみません。私つい嬉しくて。北見さんはパーッと表情を明るくさせ、胸の前で両手をギュッと合わせる。彼女がこんな風に喜ぶ様子を見るのは初めてかもしれない。すっごく嬉しいです。ありがとうございます。きっとみんなも喜びますよ。私が一番ですけど。最後の言葉は少し小さめの声で付け足された。耳を澄まさなければ聞き逃してしまいそうなほど。それでも、その弾むようなトーンははっきりと俺の胸に届いた。まあ、悪くないか。俺は心の中でそうつぶやく。飲み会という大勢が集まる場所は本来あまり好きじゃないが、こんなにも熱心に誘われると断れなかったし、何より
彼女があからさまに喜んでくれるのを見ていると悪い気分じゃない。それから数日後、それでは、北見さんの功績を称えて乾杯。社長の温度で懇親会が始まった。高級ホテルの宴会場に社員たちの談笑する声が響く。小樽さん、こちらのお料理美味しいですよ。浦川さんが艶のある声を出しながら俺の横に座り込んだ。彼女の吐息からはすでに酒の香りが漂っている。そうですか。そっけなく答えても浦川さんは諦めない。もう冷たいんですから。ねえ、このお刺身、あーんして差し上げましょうか。俺は内心で深いため息をつく。視線を会場の別の場所に移すと、社長が北見さんと話し込んでいる姿が目に入った。北見さん、本当によくやってくれました。君のような優秀な社員が入社してくれて、私は本当に嬉しい。社長は普段より顔を赤くしてにこやかに話している。北見さんは丁寧にお辞儀をしながら控えめに応対していた。小樽さん、聞いてます？浦川さんが俺の腕にしがみつく。すみません。ちょっとトイレに。俺は席を立ち、浦川さんの手をそっと振りほどいた。実際にはトイレではなく、宴会場に併設された小さなテラスに向かう。夜風が心地よい。小樽さん。後ろから北見さんの声が聞こえた。夜風が心地よいテラスで俺は振り返る。ここにいらしたんですね。ずいぶん探しましたよ。悪い。ちょっと逃げてきたんだ。浦川さんがしつこくてさ。俺が苦笑して言うと、北見さんはふふっと笑みを漏らした。見てましたよ。小樽さん、普段あんまり表情に出さないから、ちょっと面白かったです。そっか。まあ、慣れないもんでね。テラス越しに宴会場の賑やかな声が聞こえてくる。社内の懇親会はいつもより盛り上がっていて、特に北見さんが社長から表彰を受けたとあって、みんな上機嫌のようだ。そんな喧騒を背に、彼女は少しはにかむように口を開く。自分が受け入れられるのって、こんなに嬉しいんですね。もし、小樽さんに出会えなかったら、きっと、ずっと殻に閉じこもってたと思います。北見さんの声は小さいけれど、その言葉には確かな思いがこもっていた。視線が交わると、まるでその一瞬だけ、世界が静まり返ったかのような感覚がある。そんな大げさに考えなくても、自分の力で変わったんだろ。照れ隠しにそう返すが、彼女はゆっくりと首を横に振る。いえ、私にはとても大きな変化でした。小樽さんがいたから、今の私があるんです。夜風がふわりと吹き抜け、彼女の髪を揺らす。遠くで遠石の笑い声が聞こえているのに、ここだけが別世界のような静けさに包まれている。そんな彼女を見つめながら、俺は心の内側に湧き上がる感情を静かに噛み締めていた。ずっと在宅勤務を選び、会社に来るのが嫌だった俺が、最近では出社するのが少し楽しみになっている。北見さんと話していると、自分の殻から引き出されるような、不思議なワクワク感があるんだ。彼女の情熱に引っ張られているというか、心が動かされるというか。俺も同じなんだよ。正直、前まで会社に来るのが面倒で仕方なかったんだけど、最近は不思議と苦じゃなくなってきた。多分、北見さんの熱意に影響されてるんだろうな。思わず本音がこぼれて少し照れくさくなる。彼女は驚いたように瞬きをして、それから柔らかく笑みを浮かべる。そうだったんですか？私なんかのために出社してくださってるんですか？いや、あくまで仕事の一環だよ。でも、君と話すと楽しいから、つい足を運んでしまうんだと思う。そこで一瞬の沈黙。ふと目を下ろすと、北見さんの指先がかすかに震えているのが見えた。俺も決して慣れているわけではない。こういう空気感に。けれど、不思議と嫌ではなく、むしろ穏やかな緊張感が心地いい。ありがとう。そう言ってもらえると、こっちも救われるよ。そうつぶやいた瞬間、彼女の指先が俺の手の甲に触れた。意図したものか、ただの偶然かはわからない。しかし、その一瞬だけで胸の奥がドクンと高鳴る。俺たちはお互いに言葉を探すわけでもなく、かといって急いで離れるわけでもなく、数秒だけじっとしたまま、夜風が二人の間をそっと通り過ぎ、彼女の髪を揺らしていく。テラス越しに響く音楽や談笑が遠く感じられ、ここだけが切り取られた世界のようだった。すみません。ちょうどその時、テラスへの扉がガチャリと開く音がした。俺たちはハッとして
同時に手を離す。振り返ると、そこにはネクタイを少し緩め、上機嫌な乙部社長が立っていた。おお、ここにいたのか。探したぞ、北見さん。社長、どうかしましたか？北見さんは少し上ずった声で応じる。社長は手をひらひらさせながら、にこやかに笑った。二次会の場所へ移ろうと思ってね。北見さんにも来てもらわないと盛り上がらないからさ。わかりました。すぐ行きます。社長が足早に立ち去っていくのを見送りながら、俺たちは気まずそうに視線をそらす。しかし、彼女がそっとこちらに目を向け、小さな笑みを浮かべるのが見えた。わずかな触れ合いと短い会話だったのに、心の奥に灯った温かさはまだ消えていない。じゃあ、行きましょうか。ああ、そうだな。何気ない調子で言い合いながら、俺たちはテラスを後にする。遠くで盛り上がる笑い声が、再び耳に飛び込んできた。けれど、さっきの一瞬がくれた穏やかな輝きは、確かに、俺たち二人の胸の奥に残り続けていた。数日後のこと。お前、最近モテモテ男だって？京極が開発室に顔を出し、からかうような口調で言った。何の話だ？平静を装って返答したものの、自分の声が少し上ずっているのが分かった。いや、浦川さんが一生懸命だし、北見さんとの噂も、社内で持ちきりじゃないか？違うよ。彼女たちが寄ってくるのは、俺の地位があるからさ。前からそうだった。口から出た言葉は、かつての自分そのものだった。でも、その言葉を発している今の自分は、もう昔のような冷めた心持ちではない。むしろ、この言葉で自分の気持ちをごまかそうとしている自分が情けなく感じられた。キーボードを叩く音が一瞬止まる。その瞬間の静寂が妙に心に響く。だから在宅でできるのが楽だったんだ。余計な人間関係に煩わされずに済むからね。でも最近は会社に来る機会増えたよな。京極の言葉に胸が締め付けられるような感覚を覚えた。この変化を周りの人間はちゃんと見ていたんだ。特に京極は俺の変化を温かく見守ってくれていたことが、その優しい口調から伝わってきて、妙に胸が熱くなる。ああ、俺は少し考えてから正直に答えた。仕事のことがあるし、それに北見さんのそばに、最近はいたいなって思うんだ。この言葉を発した瞬間、心の中で何かが解き放たれたような感覚があった。おー！京極が目を輝かせる。その反応に、照れくささとともに妙な解放感を覚えた。珍しいな、お前がそんな風に。北見さんと話すようになってから、世界の色が少しずつ変わってきた気がする。今まで白黒だった景色に少しずつ色が滲んでいくような感覚。それは決して派手な変化ではないけれど、確実に俺の内側で起きている変化だった。彼女と話していると、自然と笑顔になれる。仕事の話以外でも、どんな些細な会話でも楽しい。これまでの人生で、こんな風に誰かと話すことが楽しいと思ったことはなかった。それに最近気づいたんだ。人と距離を置くことで守ってきた自分の心は、実はすごく狭い世界だったんじゃないかって。キーボードに置いた指先で無意識に何かのリズムを刻む。それは心の中で静かに鳴り響く新しい感情のメロディーのようだった。今までの俺は自分で作った檻の中で安全な場所にいることだけを考えていた。でも、その檻から一歩外に出てみたら、世界はもっと広くて温かいものだったんだ。声が少し震える。でも、それは恥ずかしさからではなく、自分の心の真実と向き合えている喜びからだった。そうか。京極の声には深い安堵と喜びが滲んでいた。その一言に、俺の告白をすべて受け止めてくれているという温かさを感じる。その時、俺のスマートフォンが鳴った。画面には北見の文字。先日、彼女と連絡先を交換していたのだ。俺はドキドキしながら通話をタップした。もしもし。小樽さん、助けて。北見さんの声は震えていた。そして次の瞬間、プツッという音とともに電話は切れた。北見さん？北見さん。一生懸命に呼びかけても応答はない。俺の背筋を冷たいものが走る。どうした？京極が心配そうに覗き込んでくる。わからない。北見さんが助けを求めるような声を出したんだけど、言葉の続きを探していると、焦りで頭が真っ白になりそうになる。すると、
廊下の向こうから早足で歩いてきた浦川さんが、息を切らしながら声を上げた。小樽さん、ちょうどよかった。今、社長と北見さんが二人で会議室じゃない。あれは何階だっけ？とにかく、人がめったに使わない応接室に入っていったんです。で、鍵がかかっていて開かないんです。鍵がかかった。どこの部屋だ？部屋番号は？浦川さんは思い出すように視線をさまよわせ、叫ぶように答えた。確か、12階の旧応接室です。普段はほとんど使われない場所なんです。私、後を追おうと思ったんですけど、ドアが施錠されていて。旧応接室。あそこはセキュリティの都合で別のシステムロックがかかっているはずだ。北見さん、あの電話は、あそこに呼び出されて。俺は即座に京極の顔を見た。彼も、ただならぬ雰囲気を察しているようで、すぐにスマートフォンを取り出そうとする。システムのパスワード、わかるか？お前は、例の資格を持ってるだろ？もちろん、あそこは旧館の電子ロックが残ってて、暗証番号を入力しないとドアが開かないんだ。焦る気持ちを抑え、俺はダッシュで非常階段に向かう。浦川さんも一緒に駆け出してくる。エレベーターを待っている時間も惜しい。鍵がかかってるってことは、社長が、そんな。浦川さんは息を切らしながら横目で俺を見た。まさか社長が、無理やり北見さんを。落ち着け。とにかく急ぐぞ。非常階段を駆け上がるたびに心臓の鼓動が激しくなる。北見さんの電話の声が頭から離れない。1分1秒でも早く彼女の安全を確かめたい。12階にたどり着くと古いドアの前で足を止める。扉の取っ手を回すが、やはり鍵がかかっていてびくともしない。ここです。ドアノブ完全にロックされてる。浦川さんが息せき切らして訴える。どいてくれ。システム画面を開く。俺はスマートフォンを素早く操作し、社内セキュリティの管理画面を呼び出す。通常なら総務部や保全部署の権限が必要だが、俺には世界で数名しか持っていないとされるセキュリティネットワークの資格がある。社内システムを構築したのも俺だ。突破できないはずがない。管理画面にアクセスして、いくつかの ID とパスワードを入力する。ピッという小さな電子音が鳴ると、赤く点灯していたランプが緑色に変わった。よし、開くはずだ。ガチャリとドアのロックが外れる感触。浦川さんが大きく息を飲む。行きましょう。扉を開け放つと、薄暗い部屋の奥に、乙部と北見さんの姿が見えた。重苦しい空気が肌を刺すように漂っている。いつもは頼り投げな乙部が、今は見たこともないすさんだ表情を浮かべ、壁際に追いやられた北見さんは、青ざめた顔でこちらを見つめていた。小樽さん。北見さんの声がかすれ、ほんの少し震えている。彼女を見て、俺の胸にどうしようもない嫌な予感が広がる。乙部、どういうつもりだよ。こんな暗がりに北見さんを連れ込んで、鍵までかけるなんて正気じゃない。静かに問い詰めているつもりだが、声が自然と低く、荒くなる。北見さんが、こちらに助けを求めるような視線を送ってきたのが、はっきりわかる。どういうつもりか。そんなの俺が聞きたいですよ。小樽さん、あなた一体何なんですか？もう俺の邪魔をしないでくださいよ。その一言は、いつもの低姿勢な乙部の口からは、想像もつかないほど尖っていた。部屋の空気が、より一層張り詰めていくのを感じる。学生時代から、あんたは何でも器用にこなして、周りが一生懸命に苦労してることも、全部簡単そうにやってのけてた。だけど、会社を立ち上げるときに、社長になってくれって言われた瞬間、俺はやっと勝ったって思ったんだよ。あんたは一般社員で、俺は社長。あんたに勝ったんだってな。彼の言葉には、長年積もり積もった嫉妬や葛藤がむき出しになっている。社長室や会議の場では、決して見せなかった暗い感情が、今ここで吹き出しているのだろう。誘われて社長になったのはいい。だけど、結局あんたがいなきゃ会社は成り立たない。大事なシステムもネットワークも、みんなあんたの手の中だ。俺は形だけの代表者で、いつもあんたの影なんだよ。だからせめて北見さんだけは。そう言葉を絞り出す乙部の瞳には、うっせきした劣等感と、追い詰められた苦しみが混ざり合っていた。俺はどうしても、北見さんだけは譲りたくなかったんだ。仕事も周りの評価も、全部あんたに持っていかれて、あの人まであんたを見ているように思えるたび、どうしようもなく嫉妬して。彼の声は震え、荒い呼吸が部屋の沈黙をかき乱す。乙部、お前がどう感じてきたかは分かった。でもな、
こんな形でぶつけられても、北見さんも俺も困るだけだ。お前は社長だろ。もっとやり方があったはずだ。わかってるんです。だけど止まらなかった。俺の中の、このどうしようもない焦燥感が。乙部の声は、もう少しで泣き出しそうなほど苦しげだ。北見さんもこらえきれずに、か細い声で訴える。社長、私、社長に感謝しています。でも、鍵をかけてこんな場所に連れ込まれるなんて、本当に怖かったんです。その言葉に、乙部は弾かれたように顔を上げる。すがるように北見さんを見つめるが、その瞳には、後悔と痛切な思いしか宿っていない。すると、部屋の片隅で成り行きを見守っていた浦川さんが、一歩前に出た。彼女は社長に向き直り、ぎゅっと拳を握りしめながら、声を震わせる。社長、私は今まで、あなたのことを優柔不断でも優しい人だと思っていました。周りからは見た目だけだとか、チャラチャラしてるだとか言われてきましたけど、社長だけは私の仕事ぶりをちゃんと評価してくれた。単にチヤホヤされてるってわけじゃなく、営業の才能があるって背中を押してくれたのは社長だった。だからずっと感謝していたんです。一息にそう言葉を吐き出した浦川さんは、苦々しい表情のまま、うつむいている乙部をまっすぐ見つめる。それなのに、こんな風に女性を追い詰めるなんて、どうしても受け入れられません。私はあなたに救われたと思っていたのに、北見さんを傷つけるところなんて見たくありませんでした。彼女の声には失望と悲しみが滲んでいる。乙部はその言葉を受け止めようとするかのように、かすかに顔を上げたが、すぐにまた視線を落とし、何も言い返せずにいる。北見さん、大丈夫？さっきは本当に怖かったでしょ？もう行きましょう。浦川さんは北見さんの手を取り、優しく引き寄せる。驚いたように北見さんが顔を上げると、浦川さんは力強くうなずき、少し乱れた彼女の髪をそっと直してやる。ありがとう。北見さんは弱々しくそう言うと、小さく息をついた。浦川さんはかすかに微笑みながら、そのまま北見さんを連れて部屋の出口へと向かう。乙部、俺は低い声で言葉を投げかけた。お前の気持ちが嘘だとは思わない。北見さんのことが好きだったんだろう。けど、やり方を完全に間違えた。お前は社長として、いや、一人の人間として、越えちゃいけない一線を越えちまったんだ。乙部は、はっきりと返事をしないまま、震える拳を握りしめる。顔を上げないその姿に、俺は静かに続ける。お前がどう思おうと構わない。自分に自信がなかったり、俺に嫉妬したりするのは自由だ。でもそのせいで、社員を追い詰めるなんて最低だ。今は何も言わず、しっかりと償え。わかりました。小樽さん。乙部は力なくそれだけ言うと、そのまま立ち尽くしていた。まるで、この場の空気に体を縫い止められたように、一歩も動けずにいる。深いため息をついて、俺はそこから立ち去った。北見さんは別の応接室で静かに横になっている。浦川さんに付き添われた後、ひどく疲れた様子だったが、今は安堵した表情で毛布をかけてもらい、うっすらと目を閉じて休んでいるらしい。医務担当も一応呼んでおいたが、肉体的な外傷はないということだ。ひとまずは安心だが、心のケアが必要だろう。そんな北見さんを休ませた後、浦川さんが廊下で待っていてくれた。俺は軽く頭を下げる。助かったよ。ありがとう浦川さん。北見さんのことをちゃんと支えてくれて。浦川さんはツンとした顔で横を向きかけたが、少しだけ表情を崩して肩をすくめる。別に、当然のことをしただけです。あんな状況を見過ごせませんって。浦川さんは少し苛立ち混じりに言いながらも、心底ほっとしたような息をつく。その表情には、いつもの派手な雰囲気とは違う、真剣な思いが滲み出ていた。実は、北見さんの祝賀会の二次会で、社長の様子がずっと変だったんです。妙に北見さんに絡もうとしてるように見えて、だから注意深く見ていたんですよ。そしたら、人気のない応接室に二人で入っていって、ドアを閉めたと思ったら、鍵がかかっちゃって。そうだったのか。俺は思わず、胸の奥が冷たくなるのを感じた。もし浦川さんがあの時、社長の異変に気づいてくれなかったら、もし彼女が応接室のドアに鍵がかかっていることを発見していなかったら、北見さんはもっと危険な目に遭っていたかもしれない。あの時、君が来てくれなかったらと思うと、ゾッとする。正直助かったよ。俺がそう言うと、浦川さんは少し照れくさそうに視線をそらす。まあ、
普段は賑やかしみたいな感じですけど、役に立ちたいですから。なんだかんだ言って、私もこの会社が好きですし、はにかむような笑みを浮かべる彼女の横顔を見ながら、俺は再び安堵の息をつく。すると、浦川さんはどこか気まずそうに視線をずらしながら、ぽつりと話し始めた。そういえばあの子、ほら見た目がいいから、最初は周りからチヤホヤされてたんですよ。それがどうにも気に入らなくて、私結構きつく当たってたんです。彼女は言いづらそうに唇を結ぶが、続く言葉からは微妙な照れと情の入り混じった感情が伝わってくる。でも変なんですよね、北見さんって。初めはおとなしかったのに、そのうち人の仕事にまで口を出すようになって、おせっかいというか、なんというか、気づいたら憎めない子だなって思っちゃって。浦川さんは苦笑混じりにそう言って、ちょっとだけ肩をすくめる。俺も思わず笑みを返しつつ、うんうんとうなずいた。わかるよ。彼女、見た目はクールそうだけど、実際はすごく熱心で、人にも踏み込んでくるタイプだからな。ああいうところ、俺も嫌いじゃない。ですよね。それに仕事もちゃんとできるし、ただの見かけだけじゃないんです。まるで、私とは大違い。浦川さんは、どこか自重するように目を伏せる。その表情に、ほんの少し寂しげな影を感じた。俺はわずかに声を落として、彼女を励ますように言葉を続ける。そんなことはないよ。君だって頑張ってるのは知ってる。最近、会社に来るようになってから分かったんだ。数字の上では目立たないかもしれないけど、例えば、こないだ営業の新人が困ってた時に、君がこっそりサポートしてただろ。彼最初は空回りしてたけど、浦川さんが助言してからは少しずつ結果が出てきてる。ああいう裏でのフォローってなかなか誰にも知られないけど、大事な仕事だよ。あれ、見られてたんですか？浦川さんが驚いたように目を瞬かせる。俺はうなずき、真剣に続けた。営業成績としては君の名前は表に出ないかもしれない。でも、その新人が成長できたのは紛れもなく君のおかげだと思うよ。そうやって周りに気を配ってるところ、俺はちゃんと知ってる。ありがとうございます。はあ、思わず涙が出そう。浦川さんは一瞬言葉に詰まったように口を閉じるが、すぐにまた顔を上げて笑みをこぼす。その笑顔は素直で嬉しそうな色を帯びていた。なんだかあれですね。小樽さんって言葉は不器用そうなのに、たまにこういう優しいことを言ってくれるんですよね。そうか？まあ、俺としては当たり前のことを言ってるだけだよ。なんだか少し元気が出ました。ありがとうございます。そう言いながら、彼女は目元を少し拭う。それにしても、小樽さんも北見さん狙いなんですよね。思わぬ一言に、俺は一瞬言葉を失う。浦川さんがにやりと口角を上げる。社内ではそういう噂もあるんですよ。まあ、あれだけ気が合いそうな感じを見せられたら、みんな勘ぐりますよ。私も最初は面白くなかったんですけどね。でも今回の件で、ちょっとだけ納得したかも。いや、別に狙ってるってわけじゃ。ああ、図星か。私も早くいい男を見つけないとな。そうだ、京極さんって独身ですよね。浦川さんは急に声のトーンを軽くして、どこかいたずらっぽい笑みを浮かべながら廊下を去っていった。あの一件から1週間ほど経ったある日のこと。乙部は取締役会にて、自らの不始末を正直に明かした。鍵をかけて、北見さんを二人きりの応接室に閉じ込めようとしたこと。そこに至るまでの嫉妬心や焦燥感。それらを包み隠すことなく話し、深々と頭を下げたのだ。役員たちもそれを聞いて顔を見合わせ、やがて厳しい表情で了承する。乙部社長、今回の件はあまりに重大だ。責任を取って社長職を辞してもらうことになるがよろしいか？はい。重ね重ね申し訳ありませんでした。彼は創業メンバーの一人でありながら、学生時代から抱えていた劣等感に押しつぶされるようにして、自らの手で全てを手放すことになってしまったのだ。ドアをくぐり抜ける直前、乙部は俺の方を振り返り、絞り出すような声で言葉を継いだ。いつか必ず、あなたの後輩と胸を張って言えるような人間になって戻ってきます。もう一度、仲間として認めてもらえるように必ず。深々と頭を下げ、乙部は唇を噛み締めたままの表情で建物を出ていく。その姿を見守っていた
周囲の社員たちもやるせない面持ちを隠せない。劣等感と嫉妬に飲まれ、自ら会社を去ることを選んだ男。その最後の言葉には不器用な誠意が滲んでいた。一方、会社は代表不在のまま放っておくわけにはいかず、取締役会はすぐに後任の社長を決めることを迫られた。そこで、白羽の矢が立ったのが俺だ。在宅勤務を好み、自由奔放にやってきたのだが、役員会はそれでも、今の会社には彼の統率力と技術力が必要だ、と満場一致で後押ししてきたのである。まあ、やるしかないか。そうつぶやき、俺は新社長の椅子に座った。正直、経営なんて性に合わないし、人を束ねる仕事にも自信はなかったが、京極や社員たちがぜひにと背を押す。乙部の一件で動揺している社内を何とか立て直すには、俺が最適だと口を揃えているのだ。自分の殻に閉じこもっていた過去に別れを告げ、ここからは表舞台に立ってみよう。そう腹をくくるしかなかった。社長就任から数日は目まぐるしく過ぎていった。何しろ、乙部がいなくなったことで空白になった決済プロセスや、社内からの問い合わせが一気に俺に集まってくる。おまけに、俺自身もまだ開発案件を抱えているから、毎日が猛烈な忙しさだ。それでも、京極や他の役員がサポートしてくれるおかげで、なんとかこなせている。お前が社長ね。世の中、何が起こるかわからないもんだな。ある日、昼休みに京極が執務室にひょっこりと現れ、からかうように笑った。大変だけど、まあ充実してるよ。ところで、お前にちょっかい出してる浦川さんとはどうなった？京極は一瞬目を泳がせた後、肩をすくめて苦笑した。どうもこうも、この前ご飯行きましょうって誘われてさ。で、今度行くことになったんだよ。まさかあの浦川さんがっていうか、俺も正直びっくりしてる。マジか？本気で言ってるのか？俺が素で驚いた声を上げると、京極は、いや、まだ何も確定してないって、と、慌てた様子で手を振る。食事ぐらいって感じだけどな。彼女、あれから順調に営業成績を伸ばしてるみたいだし、調子がいいのかも。派手な見た目と軽いノリは変わらないが、実力がちゃんと伴ってきてるっぽい。まあ、俺も嫌いじゃないから、そのうち何かあるかもしれないが。はは、そうか。まさかお前にそんな展開があるとはな。俺は面白がって言うと、京極は照れ隠しに鼻をこすっている。その仕草が学生時代と変わらなくて、なんだか懐かしい気分だ。で、お前の方はどうなんだよ。社長になって忙しそうだけど、北見さんとはあれからどうなんだ？俺か？北見さん、俺が社長になってから、やけに遠慮してるんだよな。前みたいに気軽に話さなくなったっていうか、そう言いつつ、俺は先日の出来事を思い出す。北見さんは、あの騒動から復帰して以来、徐々に元気を取り戻してはいる。業務効率化のアイデアも相変わらず出してくれていて、本来の優秀さを発揮しているのだが、それでもどこか一歩引いているように見えるのだ。そりゃ、仲の良かった同僚が急に社長って立場に変わっちまったわけだからな。北見さんにとっちゃどう接していいかわからなくもなるだろう。わかるけどさ、そこまで遠慮するとは思わなかった。もう少し気楽に話してほしいんだけどな。口を尖らせる俺に、京極は、社長業もなかなか難しいだろと笑う。実際、俺自身も人を束ねる立場になってから、改めて人間関係のデリケートさを思い知った。技術一筋だった頃にはなかった悩み事が山積みだ。午後の会議を終え、俺が廊下を通っていたところに、タイミングよく北見さんの姿を見つけた。書類を抱えている彼女は、ちょうど部署間のやりとりを済ませたのか、ふーと一息ついていた。お疲れ北見さん。もう落ち着いたか？さっきの会議大変だったんじゃないか？あ、社長。いえ、小樽さん。ですね。はい、なんとか。皆さんから多くの意見をいただいたので、これからまた回収案をまとめ直します。彼女は会議でプレゼンをしたばかりだというのに、疲れを見せずに笑顔を浮かべている。相変わらずタフだ。だが、顔つきにかすかな緊張を感じるのも事実だ。俺は周囲を軽く見回し、人通りが少ないことを確認してから声を落とす。ちょっといいか？大事な話があるんだ。いや、難しい話じゃないんだけどさ。はい、もちろんです。俺は彼女を促し、誰にも邪魔されないように階段の踊り場へと足を運んだ。静かな空間に入り、ドアが閉まると、わずかにひんやりした空気が肌を撫でる。
北見さんは少し緊張した面持ちでこちらを見つめている。最近会社に来ても、ずいぶん遠慮してるよな。前ほど気楽に話してくれないというか。そうでしょうか？私なりに頑張ってるつもりなんですけど、社長って立場の方に気軽に声をかけるのは、彼女は申し訳なさそうに視線を落とす。確かに、俺が社長になってからずっとこんな調子だ。たった数ヶ月前までは冗談を言い合ったり、気楽に技術の話をしたりしていたのに。だからさ、これから遠慮したら言及にする。社長命令でな。それは困ります。いくらなんでも厳しすぎるんじゃ。北見さんは目を見開いて、驚いた表情を浮かべる。その様子があまりに可愛らしくて、思わず笑ってしまいそうになる。けれど、そのまま空気を途切れさせずに、本題に踏み込んだ。それと、社長命令で、会社の後に食事に付き合うこと、あと、いろいろ言いたいことはあるけど、まとめると、要するに、恥ずかしいから全部は口にしづらいけど、付き合ってほしいんだ。恋人として。まるで告白とは程遠い、不器用な言い回しだが、俺の気持ちは紛れもない本心だ。北見さんが先ほどまで浮かべていた驚きの表情が、徐々に愛おしさを帯びていく。付き合ってって、私と？彼女が口ごもりながら確認してくる。頬はほんのり染まって、瞳には小さな涙の光が宿っているように見えた。ああ、そう。ついでに言うと、言及云々は冗談だけど、俺の前で遠慮ばっかするのはもうなしにしてくれ。仕事でもプライベートでも、なるべく本音で話してほしい。多分、その方が、いろいろとうまくいくから。北見さんは一瞬、言葉を失ったように口をつぐむ。だが次の瞬間、ポロリと涙がこぼれ落ちた。ごめんなさい。私今すごく嬉しくて、変ですよね。こういう時泣いちゃうなんて。その声には、確かな安堵と喜びが混じっている。彼女は慌てて、袖口で涙を拭うが、目尻には小さな水滴が光っている。まるで、これまで張り詰めていたものが、一気に緩んだかのようだ。変じゃないよ。俺だって、こういうの慣れてないし、すげえ照れてるし、自然と笑みがこぼれる。すると北見さんも、泣き笑いのまま、少しずつ落ち着きを取り戻したように、俺の方をしっかり見つめた。ありがとうございます。私、こんなに幸せな気持ちになったの初めてです。俺の方こそ、ありがとな。もう少し気楽に話してくれよ。社長なんて呼ばれるのは仕事だけで十分だからさ。はい。わかりました、小樽さん。彼女は最後の涙を拭い、少し恥ずかしそうに微笑む。そんな姿を見ていると、俺の胸の奥にも温かいものが広がっていく。こうして、俺たちは一緒に新しい一歩を踏み出すことになったのだ。社長と部下という関係を超えて、互いに思い合う恋人として。もちろん、これから先もいろいろな問題や仕事が山積みだが、二人なら超えていける。俺はそう強く思った。